すげえもん見つけたで。何を？これマジですげえ。何が？この貝の中身ありを初めて見た。この貝がこんな柄じゃということを初めて知った。綺麗な柄じゃな。やろう。虫がおるんかと思って最初。セミかなんかと思って。玉虫みたいな。すげえ、これ生きとんで。ほんまだ。おお。22年漁師やってこの貝の生きたやつ初めて見たんよ。うん。準絶滅危惧種。そうなん？岡山絶滅認定。何これ？枕貝だって。めっちゃ綺麗。綺麗じゃな。岡山絶滅認定、俺が覆してしまいました。やりました。やりました。絶滅してません。出漁してます。台風前です。台風でちょっと大型連休になりそうなので、風あるけど頑張ってみようかなと思って出漁してますが、要進行するのかどうかは分からんす。若い時は喜んで出てましたけど、10時間耐えれるでしょうか。船流しとくだけならね、こんなん全然平気ですけど、下向いて魚拾わないといけないし、10時間の間にね、スクワット数百回、あとこの波の中下向いてエビ拾わないといけないというね、それが辛いんですよね。一応頑張ってみます。漁場に到着しました。東の風なんで漁場に着いたら意外に波ない。これは1番目です。いやー、素晴らしい車エビ。1本2本3本4本。見え出してます。もう死んじゃってるんでおかずですね。さらに2本できてきたんで15かな、数えてませんけど、1、2、10、11、12、13、14、15、17でした。17。多分やっぱ車エビは潮が小さい方がよく入りますね。なぐんかと思ったんですけどね、きつくなってきた風。すげえ、花じゃこやん。食べよう。唐揚げにして。やった、白色の花じゃこ。さすがに2番目は少ない。他の船もいますからね。こんなずっと同じだけ入らんですね。2番目からちょっと出たかと思った気が。これぐらいのサイズだと1キロ中のもう2匹分。圧倒的に軽い。イイダコも見え出してるんですけどね、タナンナランからね拾ってないんですよね。ちょっと一応拾ってみようかな。サモは釣れがいたら売りますが、いなかったらもう少し筋変えてみました。おお、やったー、やりましたー。やわら、これうまいですよね。やわら
本当に。2番目3番目足してですが、これだけ潮がねちょっと早い時間帯になったらリベとかを狙いにちょっと行ってみたいと思います。ちょっと深いとこ通してみました。尺の下はね深いんですよね。小川で何年もやれませんでした。車しかいない。お、やった。カニなのではあれはもしかして。だってお、うわ、これがすごっ。やっぱり深いとこはでかいですね。車のちょっとレベルが違う。これはすごい。現時点の台ばっかり。やった。やったー、これがめっちゃ嬉しい。もう抱いてたぐらいでからメス抱いてたぐらいですから、もうバリバリ硬いですね。元気バリバリ。オスの方がね先に脱皮してメス抱っこするためにね、メスが脱皮するのを待ってね、それめがけていくんですよね。3番後離したらメスが脱皮するんで、だからオスガニが見え出しますね、毎年。車すげえ。でもこのサイズの車、この本数は素敵すぎですね。カニもおるし、もう2、3番ここかな。あと今年はですね、逆田ザメがめっちゃ湧いとる。もうバンコバンコいますね、ここにも。これなんか美味しいらしいんですよね。これもうレアザメだったんですけど、なんか今年はもう全然レアじゃねえ。ついに腕の声が。車で一番だけか。軽く来ましたね。なんか全然道具がそこってないな。道具が、潮が行き始めましたね、これ。時期的なもんですけど、ミル入り出しましたね。いっぺん食べたんですけど、あんまり美味しいもんじゃないですね。食べれる程度。台風来たらもう多分海中これになると思います。もう潮なんでやっぱりちょっとゲタの入りは悪いですね。ゲタとかニベとかチヌはやっぱ潮が大きい方がよう入りますね。まあ、その代わり小潮なんで車エビがいつもより断然多いです。なんでしょうか、重かった砂かな。おお、潮が走り出したらいい魚。ちょっと漁場を移動したのもあるんですけど、魚が寂しすぎて。やったねー、これは嬉しい。まさか入ってるのなんか、これも砂かな。重いな。これはもう完全砂やな。重すぎる。よいしょ。こっちは2名でした。2名はね、もう閉めていいんで閉めます。やっぱこの潮の時は潮が走ってる時の方が魚よう入りますね。今度は砂短めでいってみました。このヒラメと思わしと1の高さまでね。お、まだセイマカおるんですね。まだおるんですね、これ。本が来てほしいけどメスでも全然 OK です。あ、入ってるし。
声の声はしてる。量は少なめですね。潮が走ってる時間はやっぱり車エビちょっと少なめですね。また最後潮のとろみがあるんで、その時に車エビの多いところをちょっと狙って通してみます。車エビはなんかこう背の上が好きですね。ここが産卵によるんですかね、あそこは。やったと思うんですよ、台湾。最近なんかハイブリッドも見えだしたんですよね。これでもでかい池だな。今は1匹のみですけど、かもしんでる。これがいたので嬉しい。いよいよ恩が出てき始めましたね。昨日もね5ついたんですよね。なんかどんどん風強くなってますね。きつい。じゃない、拾えます。しかも入ってる、なんか今時入ってるのおかしいですよね。もう昔ともだんだん違う感じです。あおった、でかい。もうひとしおでこんなに。みんな帰ってしまいました。どうしよう。作戦変更して風があんまり当たらないようなところに行きましょう。で悩みながら結局同じとこやってますけど、リベチヌが切れたら川市します。切れたし、あーでもボール。でもなんかやわらだな。やわらっすね、これはダメだ。美味しくなった。これは移動かな。しんどい。ちょっと潮のとろみがもう近いんで車へ行った。よいしょよし。空っぱやん。でもこれ俺がもう前見た空っぱとちょっと種類違いますね。絶対違うやつ。なんか模様が違う。おもろい。初めて見たかも、この空っぱ。かわゆすぎる。しまいには雷まで鳴り出しました。あ、潮のとろみっす。ちなみに
ばっかりだったらいいですけどね。よいしょ。車エビ。やったね。味すごいな。ただ塩小さいけんリベとかチヌとかゲッタがちょっと少なめです。あ、でもいろいろ入っとる。台湾とかも入っとるけどね。石ガニとか。カニちょっと多め。天気予報に騙されまして。だんだんなくてなったらだんだん強くなってくる。山近づいてきておりました。愛にこけて歯折るかと思った。首の骨折らんでよかった。よかったよかった。これからちょっと連休でしょうね。でしょうね。もう行かれません。はい。新地でも行けてよかった。はい。台風は明けても海藻だらけでおそらく商売にならんと。まあ海藻のないところを見つけて頑張りたい。はい。ハモが棚にならんので、ハモ食べます。はい。はい。皆さん今日もお疲れ様でした。車エビみるみる大きくなってますね。ひとしおでね、一回脱皮したらもうカニもエビもぐわぐわっと大きくなっていきます。新里ウイスキー、国産ウイスキーいただきましたんで飲んでみたいと思います。古く青森作りが営まれてきた南国の地で始める新たな挑戦って書いてます。おお、綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗。薄い琥珀色、13年古酒を配合したスピリッツの塩って書いてます。沖縄県沖縄市。さあ、あったかい地方のウイスキーどうなんでしょうか。まあ水さえ良ければね、山が良ければ。43度です。アルコール度数いただきます。あ、まずは香りからです。結構アルコール臭強いですね。なんかいい香りというよりもアルコールの香り、泡盛パワーでしょうか。ではいただきます。おー、思ったより美味しい。正直ちょっとあんまり期待してなかったんですけど、驚きの美味しさです。香りもいいし、ほどほどなコクもあります。鼻を刺す感じも全くないし、これは美味しいです。はっきり言って、さすが日本。笑顔がこぼれるぐらい美味しいですね。本当にハモ重です。あれはしっかり食べてね。手が危ないので手どけて。はい。山椒大好き。山椒も植えても10年ぐらいで枯れますね。2回植えましたけど、2回とも2本とも10年ぐらいで枯れました。これはハモのお吸い物です。もう自分が取る魚の中で出汁で一番美味しいのは多分ハモですね。ほんとあっさりしてるんですよね、ハモの出汁って。コクもあるし、あっさりしてて油がくどくないし、ヒラメとかよりも美味しい。ではハモ塩いただきます。感想としては割にいける。もちろんうな重とかアナゴには到底及びませんけど、思ってたよりいける。もっと硬いんかなと思ってましたけど、一回蒸してみたんですよね。蒸して焼いてみたんですけど、意外にふわふわです。割にいけますが、やっぱりうなぎには到底及びません。やっぱり油でしょうね。うなぎのようなふっくら感とうまい感じの油はないです。ハモはやっぱこれですね、お吸い物。これは負けない。今回もご視聴ありがとうございました。これうなぎに勝てないのは当然として、アナゴと何が違うのかな、本当に。あ、確かにな。アナゴはそりゃ骨切りせんでいいもんな。